MH21S だからといって、一概に前期型とは言えないんですよ。知ってた？はい、どうもこんにちは。シルバーの車乗ってる人、大体洗車機で。よろしくお願いします。はい。そうじゃないです。大体合ってる。え？大体合ってる。大体合ってる。うん。って思うんだよ。もうね、肯定するの。肯定することにしたの。あなたは声出して。声出してるよ。全然聞こえない。俺が耳悪い。うん。そういうこと。はい、よろしくお願いします。本日は、視聴者さんからのコメントでもあった通り、これ MH22S じゃないですか。MH21S ってやるんじゃないですか。MH21S と 22S と、ざっくりで言うと、なんか前期と後期みたいな感じで分かれてるっていうイメージの視聴者さんもいると思うんですけども、これね、ちょっと私も勉強しました。で、ちょっとカンペありきなんだけども、MH21S と MH22S の違いっていうのをちょっとお話したいと思いますんで、これをね、見て、今、自分のワゴン R が MH21 なのか22なのか、はたまた何型なのかとか、これからこの方のワゴン R を安く買おうっていう人なんかは、どの方のワゴン R で、果たして 21S なのか 22S なのか何型なのかグレードは何なのか、ここら辺なんかをこの動画をね最後まで見ていただければ、私のワゴン R は何型なんだなとかグレード何なんだなとか、俺のワゴン R は何型なんだなとかどれぐらいなんだなとか、うんたらかんたらそこら辺が分かるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。M さん、なんかある？うんたらかんたら長いから早く言う。はい、それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、早速説明したいんですけれども、ちょっとね、最初の何年式は何型とか、何年式は前期とか後期とかっていうのは、そこら辺ちょっと難しいんで、カンペ見させていただきます。いいでしょう？いいよ。いい？ありがとう。言ったね。素直に言います。うん。僕、心が素直だ。はい。はい、ということで。まず、ワゴン R、MH、これね、3代目なんですよ。この MH21 と22っていうのは。3代目ワゴン R で、これが発売されたのは、西暦で言います。西暦で統一して言います。西暦で言うと、2003年の9月に、この3代目ワゴン R が初めて発売されました。だから、2003年9月だから、まあ、おおむね大体30年前だね。あ、違う、20年前だね。年が過ぎたの？そう、20年前の、だからこれも、そろそろ20周年になっちゃいます。多分17、8年ぐらいだと思います。で、3代目ワゴン R 発売されました。で、同様にマツダで、OEM で AZ ワゴン。うちのご近所さんでも、お隣さんも AZ ワゴン、この3代目の乗ってるんだけども、それが発売されました。ご覧になった方だったら結構多いと思うんですけども、まあ正直どの世代でも、ジジイババ、小僧、小娘、いずれの世代でも受け入れられやすいデザインだなということで、まあ正直これ、M さんデザインいいよ。私結構好きで。このね、ビエットグリル結構好きで。興味ねえのかい？どうしたの？風吹いてるはい、ということで、まあそんな感じでね、どの世代でも受け入れられやすい。エンジンに関しては、これターボモデルと NA モデルがあるんだけども、ターボモデルは2パターンあるんですよ。NA モデル、ターボがついてないエンジンの馬力は54馬力。このリミテッドがそうなんだけども、ターボがついてるスズキ全部で言えば M ターボ、マイルドターボって言われてるグレードは60馬力。スポーティーモデル、これワゴン R、WR だよね。それは M ターボのもあれば、直噴エンジン、DI って言われてるエンジンがあって、それは64馬力なんです。だから3パターンあるんだよね。エンジンの出力に関しては。だけども、これは M ターボなんで、60馬力と。ちょっと程よく。まあ前のね、こちらの動画で加速対決、DI とこのマイルドターボの加速対決の動画なんかもあるんで、加速どんな感じなのかなっていうのが気になる方は、ちょっとこちらを参考にしていただければと思います。後期モデル。ここからね、ちょっとね、視聴者の皆さん、ちょっとね、ここ難しくなってるよ。ちょっとね、よく聞いてもらいたい。後期型っていうのは、3代目が2003年9月に発売されて、後期型っていうのは、2005年の9月から2008年の8月に販売されたんですよ。だけど、2005年9月で前店になって後期になってるんですけども、最初のうちは、型式がね、MH21S のまんまだったんですよ。だから、MH21S だからといって、一概に前期型とは言えないんですよ。知ってた？お前何言ってるかわかんない。マジか。マジか。そうか。だから、後期型っていうのが2005年9月から発売されてる。後期型がね。だけど、最初のうち2005年9月にマイナーチェンジで後期って言われてるんだけども、俗に言うと型式って MH21S が前期型とか MH22S が後期型って結構ざっくりな感じで言われてるんだけども、実は MH21S でも後期型っていうのがちょっと存在するんですよ。言ってる意味わかった？うん、そうそうそう。それがあって、その後期型が2005年9月から出てるんですよ。そのうち2007年の5月以降にようやく MH22S ってなったんですよ。だ
だから、正味2005年9月から2007年の5月の後期型って言われているものは、型式は MH2HS だったんですよ。ということなんです。ご存知です。まあそうだよね。私もね、これ、あ、そうなんだと思って。でね、前のこちらの動画のコメントの方に、黒ポメさんっていう方が、ものすごいワゴン R 詳しい方がいて、それでね、いろいろ教えてくれてて、すごくね、勉強になりました。私よりも断然詳しい方なんで、気になる方はちょっとコメント見ていただければなと思います。次に、グレード。グレードのお話なんですけども、このグレードもめちゃめちゃあります。いきますよ。FA、FX、FT、FXS リミテッド、FTS リミテッド、ナビスペシャル、リミテッドスペシャル。あとね、250X スペシャルだからと 250T スペシャルっていうのと、あと300スペシャルかな ?S スペシャルだから T スペシャルだからって、ものすごい数なんですよ。で、250と300っていうのは250万台販売記念のアニバーサリー的なやつで販売された車で、で、300は300万台販売された記念にっていうので出された仕様になるんですよ。どこ知りたいかって言ったら、おそらくこの一般的なグレード、FA、FX、FT、FXS リミテッド、FTS リミテッド、ナビスペシャルとか、リミテッドとか、そこら辺だと思うんだけども、これね、もう一つ、FS っていうグレードがあったらしいんですよ。ただ、この FS っていうのは、前期型のグレードだったらしいんで、ちょっとね、ここは端折りたいと思います。ざっくり、言います。細かく言っちゃうととんでもなく長くなっちゃうんで。で、FA っていうのは一番安いバージョン。安いバージョンで、プライバシーガラスとかね、後ろのスモーク、後ろの画面のスモークガラスとかも、これがクリアなガラス。ホイールもスチールホイールでキャップがついただけのやつです。だからまあ基本的には構造は一緒なんで、同じ車だから基本的にはついてる部品が違うだけっていう感じなんで。で、ボディカラーも、ブルーイッシュブラックパール、スペリアホワイト、シルキーシルバーメタリックの3色のみという感じになってます。黒ないんだ。黒はない、ブルーイッシュブラックパール。これです。あ、それなの？そう、これがブルーイッシュブラックパールなんですよ。だからこれパール色なんです。知ってました？黒じゃなくてブルーなブルーイッシュ。ウィッシュじゃない。はい。はい。やっとけよかった。やってけよ。何を？ウィッシュってやってけよ。あ、違うよ。ウィッシュじゃない。イッシュだよ。はい。ということで、ちょっと聞かないでください。お願いしますよ。寂しいじゃないですか。はい、ということで、快適装備は、パワーステ、パワーウィンドウ。で、マニュアル式のエアコン。これと同じだよね。標準装備するんだけど、キーレスってあるじゃないですか。キーレスエントリーとか、オーディオとスピーカーは、キー装備。だからオーディオついてない、スピーカーついてない。昔の軽トラみたいな感じの。まあそんな感じかな。でも、ものすごいカスタム、これからオーディオ自分でやるとかっていう人はこのグレードなんかでもよかったんですね。配線は通ってるから。そう。まあそんな感じが FA という感じです。でもエアバッグはついてるんだけど、ABS はついてなかったらしいです。あ、そうなの？ついてないです。でも K で ABS って。これついてますよ。これついてる。ついてます。はい。ABS の正式名称はエビス。何？七福神。なんでそれ？それエビス様です。アンチロックブレーキシステムね。はい、続いてですね。で、ちなみに、この FA は、マニュアルとオートマ。5速マニュアルと4速オートマの2種類から選択できたという風になってます。で、次、FX のグレードです。FX は、この FA よりも、もちろん装備がちょっと良くなって、後ろの先ほど言ったプライバシーガラスが、これ標準装備です。ボディカラーも、FA が3色だ、FA が3色だったのに対して、こちら FX は8色となってます。快適装備はパワーステ、パワーウィンドウ、マニュアル式エアコン。まあ、ここら辺はさっきと同じだよね。で、キーレスエントリーと、AM、FM、プラス CD オーディオが標準装備。当然、オーディオがつくってことは、スピーカーもついてるってことになりますね。はい。FA で言うの忘れたんだけど、FX も 4WD モデルには、シートヒーター。運転席だけね。運転席だけシートヒーターが標準装備される。だから、このスティングレも 4WD だったんで、要は寒冷地向け用っていうことだよね。運転席だけなんだ。運転席だけシートヒーターがついてる。これね、ほんのりあったかいですよ。だから座っても暖かくなかったの。なんか乗っても全然暖かくないなと思って。スイングレ？これスイングレ？助手席ないから。移動したとき？そう、ないですよ。そりゃ、そんな、この時代の系でシートヒーターって言ったら結構すごいと思うよ。いや、ほら、電車に乗ったら暖かい時あるじゃん。あれ足元からだ。そう、違いますよ。あれ期待してたら、なんかそんな暖かくないんだけど。お尻のあたりがね、お尻と背もたれあたりがなんかほんわかあったけど、多分このシートヒーターは、おそらくこの太ももあたり、お尻から太ももあたりの下の部分が暖かいんですよ。ということで、まあそのシートヒーターついてます。あとは、運転席、助手席のエアバッグは標準でしょ。で、それで ABS。先ほど言った非装備だったんだけども、ここから ABS がついてます。FX ですね。はい。で、こちらも5速マニュアルと4速オートマが2種類選択できるというグレードになります。はい。続いて FT。FT は、これの
ベースだよね。ベースのグレード。これ FTS リミテッドなんですけども、この FT はターボモデルの最上級グレードです。で、60馬力の M ターボ。だからこれで、マイルドターボのエンジンを搭載して、まあ当然 NA の FA や FX よりも加速が良くなる。まあ逆に言えば燃費もあるからですね。はい。エクステリア、外観はアンダースポイラー。これね。フロントアンダースポイラー。まあフルエアロだよね。サイドアンダースポイラーとリアスポイラー。ただし、この FT に関しては、ホイールは鉄チンとホイールキャップだったらしい。純正アルミホイールではなかったらしいですね。快適装備はパワーステ、パワーウィンドウ、マニュアル式エアコン。で、キーレスもついて、まあこれは FX と同じだね。FX のターボバージョンって捉えていただければいいのかなと思います。で、4WDC にはシートヒーターついて、安全装備はエアバッグが運転席、助手席でしょ。でね、ABS も標準となるんだけど、EBD 付き。EBD？ エレクトロニックブレーキなんとか。ちょっと詳しくは概要欄をご覧ください。っていうのがついてます。ターボになると4速オートマだけなんです。マニュアルがなくなっちゃうんです。オートマしかないんだ。そうです。ターボモデルは4速オートマのみなんです。5速設定がなくなっちゃうんです。だから逆言っちゃえばあれだよね。FX とか FA の5速をこのターボモデルに換装しちゃえば、ターボの5速マニュアルに変換できる。まあ、それから逆もしっかりだよね。エンジンを乗っけ替えちゃうっていうのなんかもしっかりなんで。はい。まあ、そんな感じであります。続いてなんですけども、特別使用車。これ FXS リミテッドです。これ FTS リミテッドなんですよ。これの NA バージョンでね、ターボじゃないモデルに関してなんですけども、FX グレードをベースとした特別使用車で、これは後期モデルでもマイナーチェンジが適用されて継続販売されたんですよ。FX グレード、何が変わったかっていうと、このビレートグリップとアンダースポイラー、リアアンダースポイラー、で、サイドアンダー、まあ、フルエアロだよね。あとはルーフエンドスポイラー、羽だね。あ、後ろのやつ。そう。で、ブルーリフレクタータイプのヘッドラインズ。ここでね、ようやく、特別使用車で14インチのアルミホイールが出てくるんですよ。はい。これも、変えちゃってるんですけども、まあ、これなんかほら、WR なんかほら、円形の純正ホイールに入ってたりとか、こういうのなんかが出てくるんですよね。あとは、ローダウンサスペンションがここでついてるんですよ。そう。まあ、ローダウンって言っても、鈴木さんが、要は純正で出してるローダウンだから、多分1センチとか2センチとか、そんな極端に下がってないローダウンサスペンションだと思います。あとは、この特別使用車になってから、オプションでなんだけども、WR のプロジェクターヘッドランプ。これがオプションで設定できたんですよ。この時ってほら、ハロゲンだから、ハロゲンバルブ、だから暗いんですよ。で、オプションで、プロジェクター式の、これね、プロジェクター式の HID、当時は HID なんで、HID のヘッドランプに交換できたんです。でもそれだけでもかなりね、明るくなってたと思いますんで、はい。まあそんな感じで変わりました。はい、続いてお待ちかね。私はお待ちかね。特別使用車 FTS リミテッドです。もうまさにこちらです。こちらは電気モデルからの継続販売で、これはもう MH22S なんで、後期型の FTS リミテッドなんですけども、こちらはですね、まあメッキグリル、フォグランプ。はい。これ後でもちょろっと話すんだけど、前期と後期でフォグランプ違うんですよ。これ結構分かってる人多いと思うんですけども。そうなんだ。はい、違うんですよ。で、あとはアンダースポイラー、エアロ関係でね。あとは、LED ターンランプ付きドアミラー。これね、ほら。あ、そうだね。ついてない。いや、ここのやつは全部ついてる。前期型はついてないんですよ。ついてないの。そう。で、ほら、この間これ直した時に、分解したら、このドアミラーは、ただ単に前期型のやつに、カラーとウインカーをパコってつけた。両面テープでパコってかぶって配線通しただけの仕様だったじゃないですか。これね、動画見ていただければと思いますけども。そう、それが後付けされてるんです。あとは、このブルーリフレクターヘッドランプって言うんだけど、これ実際見ると、そのブルーリフレクターのやつってもっと青いんですよ。青いの？だから、おそらく、これ、ほら、昔このブーストアップの動画見ていただいてわかると思うんだけども、ほら、このエアコンのコンデンサーぐっしゃり潰れてたじゃないですか。だからおそらく、これ前のオーナー、どれぐらい前のオーナーか知らないけど、前潰してるんですよ。で、ヘッドランプ交換してるんですよ。あ、片方割れちゃって両方変えた感じかな。多分そうだった。そうだよね。これ本当だったら、青いリフレクタータイプのヘッドランプだった。そう、だけど、変わっちゃってんだよね。だからガシャーンってぶつけるんだと思う。でも、切れたからいいんじゃない？ただ私はね、結構ブルーのリフレクター結構好きなんですよ。そう。だからちょっと見てみたかったなっていうのはあるけど、統一感持たせるんだったら、まあこれでもありなのかなと思います。はい。まあこのね、ヘッドランプも近々交換しますので、こうご期待です。まあ別に大した、そんな極端なカスタムじゃないですね。はい。あとは一応これもローダウンサスペンションなんだけど、M さんこれ到底下がってるように見えないよね。でも、こんなもんじゃない？まあそれだったら純正どんだけ高いんだって話だけど。純正は高いね。これでも結構高いなと思ったんですね。まあ、まあそんな感じ。で、こちらもオプションで、あゆみちゃんのワゴン R が、私の FTS リミテッドと同じなんですよ。同じなんだけど、プロジェクター。
を移植してて、プロジェクター式のヘッドランプ。あ、それライト違ってたもんね。そうそうそう。うんうん。詳しくはね、こちら見ていただければと思います。はい。で、あとは、こちらになってから、6スピーカー。ね、6個もなかったよ。あ、ある6個あるんですよ。あるわ。だから、1個でしょ ?2 そうだ個。で、ドアに3個、4個。そう。で、後ろのドアにも5個、6個で。取り替えたよ。あ、取り替えたでしょ取り替えた。そう、だから6個のスピーカー。で、ツイッターはそのまんまにしてあるけど、うん。 6個のスピーカーついてますんで。そう。だから、これも特別仕様ならではなんでね。へーはいその恩恵を私たち分かってないってすごいね。でも後ろのスピーカーは変えてなかったね。前だけだよね、変えたの。全部変えますよ。あれ全部変えたっけ？前を私が変えて、うん後ろをあなたがこう変えたんです。そうだっけ？そうそうそう。前後変えてます。そうか。で、これで T フリーシステム、2007年の5月で一部改良で標準装備化になった。うんだから要は後期型はもう標準装備になった。MH22 の型になってから全部標準だったということになります。で、あとは、まあ、ここにはないんだけども、特別使用者の 250T と 250X。この X と T は、T がターボです。で X はノンターボです。で、区別していただきます。ただ、エンジン以外は全く同じで、ビレットタイプのメッキグリル。これとはまた違うのかなこれとは違う、なんか純正のメッキグリルあるよね。うん、あるある。ビレットグリルあるよね。うん横長のグリル、もう1種類か2種類あるんですよ。コウキ君が黒に塗ったやつもあれ確か純正メッキなんですよ。へえ。そう。あれのタイプともう1個の型もあるんですよ。とつってきた、ノータン。出てくれた視聴者さん全員名前言っちゃってるんだけど、うんそう、ノータンのワゴン R についてたグリルがそこら辺なのかなってちょっと思うんだけども、ただ私は個人的にはこのグリルが一番好きかなと思ってるんだけども、まあそこら辺のどれかのグリルがついてて、まあこれもローダウンサスペンションと14インチアルム。250リミテッドのロゴ入り記念エンブレムがついてるみたいです。うん。はい。見たことないけどね。後ろでもこれリミテッドってついてたじゃん。そう、だからリミテッドは、だから特別使用者なんですよ、一応。へえ。だけど、リミテッドでも FTS リミテッドとか FXS リミテッドとかいろいろあるんですよ。うんで、単なるリミテッドもあるんですよ。へえ。はい一応ね、250シリーズは、なんかね、ミュージックキャッチャー機能付き HDD ナビゲーションシステムがついてるらしいです。へえ。はいで、あとは、運転席のシートリフター。ああ、ついてた。これだ。うん。ダイヤルでゴロ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 シートがこうやって、うん。あ、ももか。ももを上げるやつ。と、説明あとはチルトステアリング。この WR であった、ほら、ハンドル前後。ハンドルのやつ。そうそうそう。これがついてるんだね。う。へえ。でもこれ、スピークはまた別なのかなオプションでつけれたんじゃない？そういうもんではないみたいだね。そうなんだ。続いて、ナビスペシャルとナビスペシャルターボ。うんこれはターボがついてるかついてないかということなんだね、名前がね。これは WR で採用のプロジェクター式のディスチャージヘッドランプが標準。で、ローダウンサスペンション、サイドアンダースポイラー。で、あとハイマウントストップランプ付きリアスポイル。まあ、これもついてるよね。14インチのアルミホイルと、スペシャル専用エンブレムっていうのがあるらしいです。へえ。あと私なんか DI、直分エンジンのやつなんか DI って書かれたエンブレムとか見たことあるんですよね。はい。外装は HDD ナビゲーション。で、フルオートエアコン。で、あとシートリフターとチルトステアリングがやっぱついてるみたいです。スポーティー感と利便性を高めた特別使用車となってるみたいです。ほら、書いてありますか。ワゴン R の新車販売台数ナンバーワン。へえ。で、国内累計販売台数300万台ですよ。すごいですよ。すごいね。 300万台走り回ってるんですよ、このパー MH。ツいっぱいあるね。そのうち何台が潰れちゃったのかわからないけど、うん。でもまだ結構玉数走ってるからね。はい。続いて、これは知ってる人は知ってるんだけども、今回私もちょっと勉強したんですけども、MH21S と MH22S とは別で、名称で、何型っていうのがあるんですよ。へで、MH この2シリーズは、2122シリーズは、1型から5型まであるんですよ。それをね、ちょっとお話ししたいと思います。これ、視聴者の皆さん、ワゴン R ユーザーの皆さん、ちょっとね、照らし合わせてみてください。まず、1型から5型まであって、1型っていうのは、2003年の10月から2004年の3月。これが1型。短期だね。そうだね。で、これは、型式は当然 MH21S となっています。続いて、2型。2004年の4月から2004年の11月までが2型となっています。で、こちらも MH21S となっています。そして、3型は、2004年の12月から2005年の8月。これが3型で、こちらも MH21S となっています。そして4型。4型は2005年の9月から2007年の4月。これまでが4型。長くなってきたね。はい。長くなってきたね、期間が。はい。期間が長くなってきたね。あ、そう。で、この4型までが MH21S となってまして、そして最後の5型が2007年の5月から2008年の8月。この期間を5型と言って、ここの期間の5型が
MH22S らしいんですよ。へえ。だからこの3台そうだね。みんなそう。兄弟なんだ。うちにあるワゴン R 全部 MH22S なんで、うんこれが5型なんでね。だからまあ、スティングレーも入っちゃってるんで、うんスティングレーってまたちょっと変わっちゃうんだよね。うんスティングレーの中でもまたちょっと、先ほど言った黒ポメさんうんの話だと、地味にね、ドアミラーウインカーが細長タイプのうん。やつに切り替わったりとか、なんかね、ちょこちょこっとなんか違うらしいんですよ。ちょっとそこら辺は私もまだ勉強不足なんで、その黒ポメさんの方がよっぽど知ってらっしゃるので、また黒ポメさんコメントお待ちしてます。ということで、一応、記載上の MH21S と MH22S の違いっていうのはこんな感じです。で、この後からは、私が感じた MH21S と MH22S の違いを教えたいと思います。はい。M さんわかる？うんたら長かった。長かった。うん。撮影どれぐらい撮ってる？もう40分くらい。え ?40 分くらい。 40分ぐらい。腰が痛いな。そうだよ。俺みたいにこういうふうに動いてないからね。動いて、私が動くから静止して。はい、ということで、この後からは、私が感じた MH21S と 22S の違いをお話ししたいと思います。まず1点目。これね、さっきカタログの話でも出てきたんだけど、フォグランプです。フォグランプ。これフォグランプは、こっちにある WR もそうなんだけど、こっちの WR 見れるかな。そう、こっちにある WR も最初はね、こっちね。これ角型のフォグランプだったんですよ。そうね。で、こっちのリミテッドも、こっちも角型なんですけど、丸型にチェンジされてるんですよね。で、こっちなんかも角型だったんだけど、なんかね、埋め込まれた、ボディと一体になった角型の、フォグランプだったんです。これがまず1点目かな。はい。ということで、フォグランプです。続いて2点目。2点目は、マフラー。はい。マフラー、ちょっと待ってね。はい、これちょうどさ、ちょうどこれ純正マフラーなんですけど、うんこれ純正マフラーの一番お尻の部分なんです。で、お尻の部分で、21と22何が違うかっていうと、ここの付け根です。これね、マフラー交換してるワゴン R ユーザーさんとかだったらみんな知ってるんだけど、これは後期型の MH22 の型で使われてる差し込み式のフランジです。差し込み式の。そう、これ、車体側から出てるパイプとスポンってはめるんですよ。それで、このバンドで固定するというやつなんですけど、俗に言う前期って言われてる車両のやつは、フランジタイプなんですよ。こういうタイプのマフラーあるじゃないですか。ちょっと待ってね。うん持ってくるから。持ってくの大変だね。よいしょよいしょはい、前期型はうん、こういうタイプなんですよ。楕円型の。楕円型のフランジでうん、これで車体側のところとガシャンってつけて、ボルトで締めるんです。うんうん。それに対して後期型は、あ、すっぽり入れてそうそうそう、スポンとはめて、こっちのバンドで締めるっていう、この違いがあるんです。う。だから、視聴者さん、多分ほとんど知ってる人が多いと思うんで、大丈夫だと思うんだけど、うんもしマフラー入れるときなんかは、これを間違えないようにさせてください。この受けが、そうどっちなのか。違うよと。だから、こっちが MH21 系。で、こっちが MH22 系の違いがありますんで、これね、気をつけてください。はい。はい。はい。じゃあちょっとこう。はい。続いて3点目。3点目はメーターです。うんこれメーターが全部機械式なんですけど、後期型 MH22 の方は、うん俗に言うオプティロン。このタイプです。こっちな。鍵をオンにすると、うんこうやって、ウィーンって動くやつ。うんこれが後期型なんですよ。前期型のタイプは、ファーストアクションがなくて、うん普通に、まあ電気では動いてるんだけども、電気式ではあるんだけども、オープニングのアクションがなかったりとか、シルバーの文字盤なんです。シルバーの文字盤なの。はい。黒いとこが NA のタイプだね。へー NA か。ここら辺ちょっと詳しい方いらっしゃったらコメントください。私の解釈では、2パターンあって、NA だとシルバーのタイプで、ターボだとこのオプティロンなのか、それとも前期だとシルバーで後期だとこのオプティロンなのかっていうのがちょっと区別つかないんで、詳しい方いたらコメントお願いします。ということで、3戦目、メーターでした。はい、ということで、私の感じる限りの MH21 と22の違い、またはカタログ上での21と22の違い、さらに1型から5型までが正しく何なのかっていう動画をね、お伝えしました。まだね、これ、もっと細かい違いがあるんで、詳しい方いたらね、ぜひコメントの方に残してもらえると、他の視聴者さんも勉強になるし、私自身も勉強になるんで、ぜひ、もっとこれあるよっていうのがあったら、コメントに残していただければ幸いかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということで、長々といろいろトークしちゃいましたが、カンペありきのトークでずっと M さん立ちっぱなしでしたけども、お疲れ様です。いかがですか？お腹すいた。お腹さん、おめえまた腹減ってんのかよ。ということで、こんな感じで MH21S と 22S って違います。だけども、先ほど言った通り、やっぱりこの MH2122 は300万台売れてるんですよ。すごいね。すごいでしょ？本当に売れたのかな。いや、売れたんですよ。だよね。300万台って相当な数だからね。車ってさ、うん設
日本で今どれぐらい走ってんだろう。いや、もう相当ですよ。まあ、詳しくはウェブで。まあ、そんな感じで、当時、本当に日本で一番、世界で一番か。多分日本で一番だと思うんだけども、一番売れた自動車なんですよ。なもんで、だから、まだまだ球数ある。私らなんかの世代以上の人とか、足車として買う人も中にはいるんだけども、これから免許取ってとか、免許取ったばかりでとかで、これからなんか、安く買ってカスタムしたいっていう車両なんかにはおすすめの方。なぜなら、部品が安いし、部品がいっぱいある。もちろん、どの車にもある壊れやすい部品っていうのは当然あるんだけども、やっぱ時代ももう古いからね。一番初期型だともう20年経ったから、とにかく部品がいっぱいあるから、で、中古の部品もいっぱいあるから、これからカスタムしようと思ってる人なんかは、もうベース車両と最高。昔のドリフトの世界で言えば、シルビア180がゴミのようにあるみたいな、そんな感じの球数なんで、これからね、カスタムしたい人とか、まあ、乗りたい人なんかももちろんね、デザインも私好きなんで、デザインがいいなって思って買う人もいると思うんですけど、ぜひおすすめの車両なんで、私ほら、ワゴン R、MH21S22S 保存会っていうか、蘇らせる会なんで、復刻隊会長なんで、会長。はい、会長から会長に就任しました。はい、いつですか？メンバー一人です。ということで、まあ、ぜひね、このワゴン R、MH21S、22S。まあ、その後のね、ワゴン R なんかももちろん当然いい装備もついてるし、まあ、程度もいいっていうのはいっぱいあるんだけど、この方なんかでもまだまだいっぱいね、乗れますんで、ぜひ、お勧めしたい一品だなと思います。まあ、視聴者さんの中でこれでね、区別ついたよっていう人がいてくれれば幸いかなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。高評価やコメント、特にコメントいっぱいください。と、チャンネル登録とベルの通知のですね、マークをですね、オンにしていただけますと、マーブラックの動画が配信されますと、通知がね、行くようになりますんで、ここ最近すいません。ちょっとアプリがですね、動画編集のアプリがですね、不都合ありまして、全然動画投稿できなくて、もうね、私も困り果てちゃって、ずーっと動画が投稿できてない状態になってます。で、今これとりあえず撮ったんですけども、正直、これも撮れてるのか微妙なんですけども、配信されてれば、なんとか無事、この動画に関しては投稿できました。ただ、以前の動画とかもストックがあるんですけども、それがまだまだエラーが出てて、配信できてない状態になりますので、なんとか配信できれば配信したいと思ってますので、これからも末永くよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。さよなら。